やっと修理も終わり、我々3人ついに我が家に戻ってまいりました。なかなかオーダーした部品が届かないというハプニングもあり、少し時間はかかってしまいましたが、 LT さんにはいつものように丁寧に対応していただきました。細かいところまでメンテナンスしてくれたおかげでめちゃくちゃ絶好調になって帰ってきました。 LT キャンパースの皆さん、いつもありがとうございます。いただきます。やっぱりね、どんな旅館やホテルなんかよりも我が家の方がホッとするねなんて3人で話してます。せっかくね LT さんに預けていたので、新しいカスタムもお願いしてました。導入したのは先ほどからちょこちょこ映っているこちらのアトトのナビです。もちろん今までもカーナビついてたんですが、変えたくてしょうがなかったんですよね。アトトもね有名なのでご存知の方多いかと思いますけど、アトトについて説明させていただきますと、これはですねいわゆる Android カーナビと呼ばれるカテゴリーの製品で、純正カーナビとタブレットのいいとこ取り、簡単に言うと車の中でスマホを使う感覚に一番近いナビという存在だと思ってもらうと分かりやすいです。今回ですねカーナビから Android ナビに変えた理由が非常にシンプルで、車の中で使う時間が長いので、いつも通りの使い慣れた感覚でナビもね操作できたらななんて思ったからなんですよね。前にね使っていた多機能のカーナビ、使い方がですね直感的ではないので、使いこなすのがですね非常に難しかったんですよね。スマホやタブレットに慣れてしまっているので、どうしても動作が遅く感じてしまっていました。それが理由でですねほとんど使ってなかったんですよね。そしてねようやく導入したのがこちら、アトトのですね Android カーナビ X10 です。まず見た目ですよね。画面のサイズがですね想像してたよりも大きいので驚きました。 12.9 インチ、もう13インチですよね。巨大なスクリーンに圧倒されます。カーナビというよりもなんかこうタブレットがもうそこにあるっていう感じですよね。物理ボタンが一切なくて全部完全にタッチ操作です。なのでシンプルですっきりした見た目ですね。知識がある方はですね問題なく自分で DIY してつけることができると思うんですが、僕はですねいつものように LT さんにお任せしてつけていただきました。ドライブシフトとかエアコンの通気口に干渉してしまうのかななんて思ったんですけど、問題なくつけることができました。本体はですねワンディン構造になっていますが、ワンディン車でもトゥーディン車でも取り付けが可能です。画面をですね上下左右、そして角度もね調節できるようになっています。 QR コードからアクセスすると配線図や取り付けの流れがネット経由で確認できます。もちろんね取扱説明書も細かく載っています。13インチという大きさで車内がパッと明るくなったように感じます。エンジンをかけてからの起動も比較的早いですね。バックカメラの起動もこんな感じで結構早いです。バックカメラのこの画像見てください。めちゃくちゃでかいですよね。バック、ドライブとシフトの連動もかなりスムーズです。もちろん前後のカメラはドライブレコーダー対応で、強い衝撃を感知するとその前後の映像を自動でロックしてくれます。さらにですねエンジンを切ってる間もですねドライブレコーダーは待機してくれていて、衝撃を感知すると自動で録画を開始してくれます。それらのドライブレコーダーの映像は全て GPS 対応で、いつどの場所で撮影されたのかもちゃんと記憶されてるんですね。やっぱりねいざという時にこういう機能がついてると僕は安心できますね。我が家はですねこのカーナビをサブバッテリーでも起動できるようにしてあるので、出かけている時の防犯対策としても使っています。ドライブレコーダーはフル HD で録画可能です。簡単に録画内容を確認できるのもかなり便利な機能だと思います。
さらに車中泊ならではの使い方としては、夜ですね車内をシェードで締め切った時に外の様子をね確認する時なんかも役立っています。でね、僕が一番嬉しいのがこのタッチの反応の良さですね。スマホをですね触ってるような感覚に近いんですよね。前に使っていたカーナビとは雲泥の差なんで、これだけでもう嬉しいです。指でピンチして拡大縮小もかなりスムーズです。ただですね、このピンチ操作 Google マップでは問題なくできるのですが、僕がよく使うトラックナビ、これには対応してないですね。ここはね改善してくれたらと思います。めちゃくちゃ手こずってたのがこれなんですけど、前のナビではですね行き先を入力するだけですごい大変だったんですが、これはですね入力作業もスマホと変わらないぐらいサクサクできちゃいます。 Google マップなんで専用ナビより地図は新しいので検索も圧倒的に楽ですよね。岡山市営駅南駐車場。あとね音声入力の感度がすごくいいので、目的地をね入力する時なんかはかなり時短になるのでよく使っています。アトト自体はですね通信の考え方をちゃんと理解して使う必要があります。 Wi-Fi でもつながりますが、基本的には SIM カードを入れるのかスマホでテザリングするのか。僕はですね楽天のギガ使い放題の SIM に加入して使っています。やはりですねテザリングだとどうしても面倒かなと思ったんですよね。起動するたびに携帯につなげるよりも SIM があった方が圧倒的に楽ですよね。純正のカーナビであればこういう SIM の契約とか通信のことは考えなくてもいいので、ここはね好みが分かれるところだと思います。山道とか田舎の旅先でも通信さえね確保できてれば問題ないですし、ここはね今まで使った中で通信で困ったことはこれまでないですね。アトトの一番大きな特徴はですね、自分の使い方に合わせてどんどん変えられるところなんですよね。アプリはスマホと同じようにダウンロードできて自分だけのカスタマイズもできちゃいます。ホーム画面はもちろんですね、このアンダーバーですね、ここも自由にカスタマイズできます。ナビをよく使う人、音楽中心の人、動画を見る人、その人の使い方に合わせてよく触る場所を自分で作れるんですね。僕はホーム画面をバンライフ仕様にカスタマイズしてやります。 Google マップや天気予報はもちろん、自分が今いる場所の日の出日の入り、今自分がいる場所が海抜何メートルか分かるウィジェットなどを入れています。ウィジェットはですね、ウィジェットアプリから好きなものを選んで使うこともできますし、自分の好みのウィジェットをダウンロードすることもできます。こうやってね、自分好みにどんどんカスタマイズできちゃいます。便利なのがこのアプリ、避難所ガイドアプリですね。今日初めて来た場所で、これから車中泊をするときに毎回見ています。災害ハザードマップはもちろん、近くの避難所などを教えてくれるアプリです。これらの設定をですね、特別な操作を覚えなくてもスマホと同じ感覚で使えるのはいいですよね。そしてここに音楽やオーディブルのアプリを入れればもう完璧ですよね。オーディオ周りもですね、しっかりカスタマイズできます。イコライザーだったり音のバランスだったり、こういうところも全てタッチ操作で調節できます。こういうね、音の調節をちゃんとすると車内の居心地も変わりますよね。3人がねいつも同じ空間で旅をしているので、僕としてはこういう音の調節ができるのがありがたいポイントなんですよね。もちろんですね、従来のカーナビでもいろんな調節ができるんですが、アトトはですねスマホ操作に慣れていて、旅や日常の中で長く使う人にはかなり相性がいいと思います。逆に設定や調節はできるだけシンプルに使いたい人、ナビの機能以外求めてない方には純正ナビの方が安心かもしれません。なのでね、万人受けではないですが、僕はねカーナビよりも Android ナビに変えて劇的にストレスが緩和されました。あとやはりこの13インチというサイズですよね。正直今ってスマホをナビ代わりに使っている人も多いと思うんですけど、ナビの見やすさは運転する上で非常に大切ですよね。一
かに短時間で必要な情報を得るというのは安全運転をする上で欠かせません。やはりね、小さな画面よりも大きな画面の方が安心感ありますよね。僕もですね、ナビは携帯でこと足りるんじゃないかなって思ってる時もあったんですが、このサイズをね体感してからは考えが変わりましたね。あとこれ OTA アップデート対応なので、機能改善や不具合修正も継続的に行ってくれるんですよね。そういった意味でもですね、これから長いこと使っていけるんじゃないかなって思っています。あととの Android カーナビいろいろ出てますが、興味がありましたら概要欄からぜひ覗いてみてください。それでは本編に戻ります。覚えてる？海のじいじ覚えてるでしょ？覚えてるよ。なんか会いたいんだって母ちゃんに。じゃあ海のじいに会いたいよ。会いたいよね。1年ぶりだね。お母ちゃん船乗るけどいい？大丈夫？大きい船なんだって。そうでね、しらす取れるって、こんな大きい網で取るじゃん、しらす来てんだって。それをこう食べるから。生のやつ。そうだからさ、それ今度さ、じゃあ生食べるときさ、おばあちゃんのカメラで撮ってよ。あ、いいじゃん。いいよ。オッケー。富士山絶景サイトっていうのにしたんだった。ちょっと電話するね。あ、これサウナ？すごい絶景だ。こうやった？こんな感じ？トイレきれい。サウナ。めっちゃいいじゃん。お湯も出ますと。最高です。すごいね、うまくなってんね、こはちゃん。いい匂い。お、すごい。母ちゃん、何やってんの？母ちゃんマイクつけてもらってんの？こちら海のじいじこと川本さん。以前持宗に来た時に知り合ったキャンピングカー仲間なんですが、持宗のしらすといったら有名な金市さんの社長さんよしさんをご紹介いただき、本日しらす漁船に乗れることになりました。そしてなんとテレビ朝日から取材スタッフさんからの連絡を受けて、人気番組のわんぱく家族で僕たち家族を紹介してくれるということで、はるばる取材に駆けつけてくれました。
慌ただしく始まったしらす漁。僕たちが乗船すると他の船も一斉にエンジンがかかり始めました。まさかこんな数のカメラに囲まれるとは思ってなかった我が家。気軽に取材引き受けましたが、楽しみにしていたしらす漁行ってまいります。めっちゃ綺麗。ほら、来たよ来たよ。シャツが笑ってる。突然ですね、一斉に全ての船が走り出しました。30隻はあろうかという漁船の一斉の出陣にもう感激です。ずっと見てみたかったしらす漁に我が家興奮しております。漁の一部始終ずっと見てましたが、もう漁師さんめちゃくちゃかっこいいんですよね。銀色に輝くねしらすが網に入ってたのを見た時は本当に嬉しかったです。豪快なねしらす漁、次々にカゴがいっぱいになってきます。食べてみないと。食べてもいいですか？いいですか？ついに念願のこの時がやってきました。いただきます。船の上の漁師さんでしかできないあれ。鮮度抜群の取れたてのしらすはすがすがしい香りと濃厚なうまみでこの上ない美味しさでした。どの船もですね、大量のしらすの入ったカゴを持って港に戻っていきます。こんなすごい漁にお邪魔させていただきまして大変貴重な体験になりました。漁師の皆さんありがとうございました。たった今取れたばかりのしらすをですね、よしさんからのご厚意で皆さんの朝食にとこんなにたくさんいただきました。洗うとまたピンとしますね。みんなね、新鮮な朝食できますよ。生しらすの朝食の様子はですね、1月31日放送のわんぱく家族、ぜひご覧ください。じゃないの、ああいうティファニーグラスのできた。かわいい。完成です。完成。すごい。開けるとなんていうの、暖炉のイメージで、閉じると薪ストーブって感じ。いやー、いいっすね。海も見えて。しらす漁ではですね、大変お世話になったよしさんの超絶かっこいい別荘にもお招きいただきました。ここで海を眺めながらサーフィン仲間を呼んでよく食事するそうです。数字ね、はいはい、これ焼きそばにもかかってるんですよね。いいダメなんですか？知らなかった。
日ありがとうね。なんか香りがいい、香りよくない？バイバイ。気をつけてね。はい、ぜひ待ってるよ。楽しかったね。いや本当いい人だよね。優しいよね。また来たくなっちゃうね。なんかさ、会いたい人になるじうん。ゃん。なんかモチ船にまた来たくなっちゃうよね。会いたくなる人っているじゃん。いる。あれを目指してきて、ここまで来てくれって言われてさ。言われた。真っ暗だね。真っ暗だな。ここだね。あ、こっちだ。ここにRV がある。で、これがトイレなのかな。遅くにすいませんって感じだね。に開けたばっかり。あ、ここですか？そう。あ、こっち側でそうなんですか。みんなで芝生植えめっちゃ新品っすね、じゃあね。て。おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃいい匂いしない？ちょろっとかけて煮込まんま。うわー、うまそう。匂い。うまそうだね。いや、これすごいふわふわじゃない？ふわふわ。どう？なるほど。何がなるほど。美味しそうだな。なるほどですよ、これは。美味しい？旨味が倍増してると思う。普通の鰹節より旨味が濃い。へえ。なんかね、もう口の中でも出汁が超出てる。へえ。なんかこうよだれがもう美味しい出汁になってる。へえ、すごいね。そんぐらいすごい。一口ちょうだい。一口一口。なんだよ。いや、これ。美味しいね。うまいね。味が濃い。すごい美味しいわ。明るいと全然違うね。違うね。怖くないね。ハンドメイド 100% ハンドメイドサーフボードって書いてある。8メートルってさ、ちょっと違うだけでだいぶ長いんだ。アメリカはもうあれだね。あれアメリカのやつなんだね。すごい。後ろがさらに長いもん。長いよ。タイヤ